ごく心に響いて涙が出てきました。気にすることなく大河の一滴に自分がなりたいなってすごく思いました。見てすごく衝撃的でした。特に最初のシーンの海のところがもうびっくりしちゃって、こんなに汚いんだ、こんなゴミだらけなんだって思って、すいません、ちょっとはい。でも監督が言ったように知ることがまずは最初で、そこから希望が見えてくるとおっしゃってたので、その後はすごくこんなたくさん希望があるんだっていう思いで見させていただきました。特にお皿洗いのところが印象に残りまして、私主婦なのでお皿洗いは義務みたいな感じでやってました。そんなお皿洗いからお皿洗ったことのその水が自分にいつか戻ってくるなんていうふうに考えたことがなかったので、皿洗いからちょっと変えてみようかなと思います。今回は一番最初に始まった時に、このストーリーもうアウトだと。もう我々には何も希望がないんじゃないかというんですけど、そこに続いて希望があるんだって言ったこと。いや、人間がね、末期の癌でもって気がついていったときに、どんどん自分の意識が高まってくると、本当に希望なんです。今、希望を持てば、その先が見えてくる。自分の一歩一歩っていうのは、生きていること、生かされていること。そして、いつの間にか私は、皆さんに変容してください。トランスフォームしてください。で、それは意識が高まってくるということで、皆さんに語りかけていたんですけど、今日は白鳥監督の語りかけに、もうびっくり仰天でした。私から見ると、とても若い人なんですけど、若い人が私なんかの老人会をはるかに深いところまで見てる。そして、そういう人たちを探訪しては、その人たちに勇気を与えてる。地球、このままじゃダメなんだ。だけど、皆さんが頑張ってくれれば、そこに皆さんが希望があるんだ。地球の大半が海なんです。海があんなに汚れちゃってる。いやあれをちょっと気がついて、そこから一歩踏み出す勇気を皆さんに与えてくださいました。私も自分が意識が高まると、自分が本当に生かされてるって言ったことに分かってくるんです。生かされてるって言ったことは、これは人を喜ばせるんです。今生きてる。今やらなきゃダメだって言って、頑張ってる白鳥監督のこの作品に、本当に私は頭が下がりました。ありがとうございました。この映画を拝見して、今も魂が揺さぶられてるというか、これは私が小さい頃や、つい30年ぐらいまで私の生活の中の全てだった吉光さんがなさっていることは、山の中の一軒家だとあれしかできない。そして湧き水で暮らしてて、まさにああいう暮らしをしていたのですが、でも、こちらに出てきて、そういう基本的なことで、今もね、なるべく科学的なものを使わないとかっていう意識はあるんだけど、だんだん東海に住んでいたら、つい最近まで日本橋に住んでいたんですけど、そして自分がやれることをやっているような気がしていましたけど、私たちの生活の一番最初の水を汚さないという、それが私たちの台所、そこから始まっているのに、昔は私たちは川で洗濯をし、その水は下流の人が飲めたんですね。
川は5メーター流れるだけで浄化能力があり、そして全てのものを浄化しながら海でさらにそういう働きを持っていたのに、今土地もその浄化その役割を示さなくなり、そしてそこから山は保水力がなくなりという、それが自分たちの生活の一番初めの、私なんかはその茶碗を洗うというところや何を買ってくるのかっていうところから始まっているということをまた改めて見せてもらって、この20年間何をしていたんだとまたさらに反省を深めました。で、もちろんね、私もヘチマを育ててなるべくプラスチック材のものを使わないとか、できることをそんな風にはやってるんですけれども、それをもっともっとね、自分がやれてることだけで満足していないで、この映画のようなね、自分がやれること、他の人がやれることってちょっとずつ違うと思うんですね。それが誰の頭の中にも具体的にイメージをしなければ、それは進んでいかない。それをこの映画っていうのは警鐘を鳴らしながらね、恐ろしがらせるのではなくて、こうすればいいんだよっていうことをね、希望を見せてくれて、そして誰の心の中にもある良心、愛にこんなにも訴えてくれる白鳥監督がその一連の作品を通しながらね、彼の良心、愛、それを持ってこうやって見える方